どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、前回のチャーム福袋開封動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄のリンクから見てみてください。6万円を超える買い物をしてとんでもない量になってしまったんですが、後悔はしておりません。そもそもチャームの福袋関連で何個か動画も出してるんで、いろいろ言ってるくせに何も買ってないっていうのもおかしな話ですからね。何か意見するならちゃんとお金を落としてからです。前回はその中の流木や石を中心にお届けしていったんですが、実はこれは序章に過ぎません。というわけで今回は福袋開封第2弾をお届けしていきます。正直こっちが大本命なので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速届いた箱を見ていきましょう。今回は140サイズ段ボールが2箱です。実はこれ本来なら前回のと一緒に送られてくるはずだったんですが、配送の遅延か何かで届いてませんでした。到着希望日時はちゃんと反映されていたんですが、ヤマトからその日は連絡がなかったんで、おとなしく翌日の希望時間帯をアプリで反映させて就寝。年末は配送が立て込んで大変でしょうし、わざわざ電話で確認して時間取らせるのも悪いですからね。ちなみに九州は通常便だと2日掛けで送られてくるため、到着予定日の翌日に届くということは、届くまでに丸3日かかっているというわけです。これが全部流木や石などの素材ならよかったんですが、この中には水草が入っていたため、内心めっちゃ心配してました。よりによって段ボール8箱のうちの一番遅れてほしくない1箱が届かないことなんてあるんですね。逆に運がたまった気がします。というわけで早速3日かけて届いた便を見ていきましょう。まず出てきたのは発泡スチロール。ここに本命の水草が入ってるわけですね。下にはいつもの80サイズ段ボール2つ。もう一つの段ボールも開封していきます。上は100サイズ1つと下は80サイズ2つでした。それではまず発泡スチロールから開封していきます。福袋発送から3日間は九州稀に見る極寒の日で、雪も降ってたからマジで恐ろしいです。中身の水草たちは無事なのでしょうか？というわけで最初に出てきたのはこちら。おまかせブセファランドラ3種1株セット。価格は3500円。こちらは毎年恒例のブセガチャですね。ちょっと怪しい雰囲気を感じつつも今年も買っちゃいました。まず出てきたのはこちら。ブセファランドララリーナ。こちらはほとんど情報がありませんでした。いくらくらいで流通しててとかの情報も全くないので、アドが取れてるかはわかりませんが、2016年に入荷している情報もあったので、割と貴重なタイプなのではないでしょうか。個人的には当たり。続いて出てきたのはこちら。ラマンダウパープル。こちらは懸念していた通り傷みが激しいです。つぼみがあったんですが完全に腐っててポロッと取れました。だいたいこういう頭頂部分が茶色くグズグズになってるやつは助からないんですよね。物自体が持ってないタイプだったので残念です。最後に出てきたのはこちら。クダガンミニラウンド。こちらは状態よく届いていました。正直これが一番外れですね。実はこのミニラウンドがラインナップの中で入っていた時点で1個は少なくとも外れが入ってるだろうなとは思ってました。それもそのはず、このミニラウンドとアップルリーフ、ブラウニーアディンダは以前に500円で販売されていたことがあったんですよね。それを前に結構買ってたので当たってほしくないなと思いながら、その3つは必ず入っているだろうと予想していたため予感的中。まあセールじゃなかったら1株1800円くらいするんでまあいいでしょう。というわけで残念ながら1株状態が悪いものが届きましたが、気を取り直して続いての福袋を見ていきましょう。出てきたのはこちら。世界のモス厳選おまかせ5種セット。価格は2024円。こちらはランダムに5つのモスが入っているお得セットです。
早い段階で売り切れてた人気商品ですね。ちなみに狙ってるのはウォーターフェザーです。まず出てきたのはこちら、ウィローモスナロー。こちらは南米ウィローモスの柔らかさとジャイアント南米ウィローモスの大きさを合わせ持ったモスだそうです。通常1パック800円なので単純計算半額ですが、量は少ないと思うので30から 40% オフといったところでしょうか。中身はこんな感じで、さすがモス、3日間の寒さにも耐えてとても状態がいいです。続いてはこちら、バブルモス。こちらは名前の通り気泡をよくつけるモスらしく、その気泡はリシアにも匹敵するとのこと。葉の見た目的には透明感のあるわかめ風のモスですね。こちらも通常800円で状態よし。続いてはこちら、ウォーターフェザー。お目当てのモスが当たりました。名前の通りふさふさした葉が特徴的なモスで、ずっと前から手を出してみたいなと思っていた種類です。価格も通常900円なので爆アドですね。こうやって見るとウォーターフェザーもワカメ系の透き通ったタイプです。続いてはこちら、ウロコゴケスラワシ。こちらは初めて聞くモスですね。価格は960円なので今までで一番高いです。特徴的なのはこの丸い葉で、他のモスとはだいぶ違った印象を受けます。どんな風に育つのかレイアウト水槽で見てみたいですね。最後はこちら、ジャイアント南米ウィローモス。こちらは南米ウィローモスの大型種で、地味に価格が1200円とお高いモスです。南米ウィローモス同様、三角形の葉を展開するようなので、結構綺麗に見えるモスなのではないでしょうか。というわけで、モスガチャはおおむねというか、一つも持ってなかったので、個人的にはめっちゃ当たりでした。モスって正直放っておけば大量に増えるので、いろんな種類をちょっとずつ安く欲しいんですよね。食事するときに量はいらないけどちょっとずついろんなものが食べたいという要望に似てる気がします。今回の福袋はそういったニーズに合ったものだったと言えます。おまけに合計4660円分のモスが入ってたので超爆アドです。来年も出してほしいですね。続いて出てきたのはこちら、組織培養おまかせレイアウト水草5個セット。価格は3500円。こちらは個人的爆アド確定ガチャです。理由は口述。中にはクリプト2種、有形層2種、ブセ1種が入っています。今回はこれが熱かったので2セット購入してます。組織培養信者には無視できないセットですからね。まず出てきたのはこちら、クリプトコリネウィリシー。こちらはクリプト枠です。正直クリプトは以前のクリプト水槽でほぼ溶かしてたんで何が当たっても嬉しいです。状態もよし。続いてはこちら、アルテルナンテラレインキーミニ。こちらは初期に立ち上げた水槽で猛威を振るっていた水草です。それから水上などで管理して存続はさせていたんですが、数はそこまでないので純粋に嬉しい。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティトロピカ。こちらはクリプトの中でもザ・クリプトって感じで扱いやすいやつです。続いてはこちら、コゴステモンヘルフェリー。こちらは中継層とかに使われる葉がうねうねしてる有形層です。持ってはいますが状態もいいのでよし。最後はこちら、ブセファランドラブラウニーゴースト。実はこれが欲しかったやつです。このブセ割と新しめのやつなんですが、動画外で結構買ってます。なぜならこんな感じで小さい葉がびっしり詰まってるからです。こういう系のブセってなかなか出回らないのでめっちゃ買ってるんですよね。ただブセなんてなんぼあってもええんでこれを狙ってました。価格も1個3000円なのでこれだけで元取れるレベル。やっぱこのガチャは当たりでしたね。ちなみに違う組織培養で同じブラウニーゴーストという名前のブセがありますが、全く似ても似つかぬ葉の形をしています。続いて2セット目に行きます。まずはこちら、クリプトコリネペッチー。状態よし。続いてはこちら、ロタラ SP ハラ。こちらは赤系ロタラの定番種ですね。
まあ持ってるんで外れではありますが、量あるのは助かります。続いてはこちら。クリプトコリネミオヤ。こちらもみっちみちに入って状態もいいです。続いてはこちら。パールグラス。水上用ストックが全部溶けたんでありがたいです。ただちょっと状態が悪そうなのがネック。最後はこちら。ブセファランドラグリーンウェイビー。こちらも狙ってたものの一つです。見た目的にはブラウニーゴーストの方が好きですが、こちらは価格的に言うと爆アドです。これ一つで3680円するので、すでにこの福袋の価格を超えています。それだけで最高。状態も良くて安心しました。そんな感じで本命の水草ガチャは大満足だったんですが、もう一つ気になる福袋があるので開封していきます。それがこちら。形状お任せアクアリウムレイアウト用ストーン 10kg。価格は1980円。こちらはいつもの石ガチャなんですが、今までのガチャと違い、石の種類から形のガチャをするのではなく、石の種類自体がガチャというワクワク仕様。普段福袋には出ない石が入ってそうなとてもときめく福袋です。これに何が入っているのかが気になってしょうがなかったんですよね。というわけで見ていくんですが、石の名前は最後に公開します。石を見ながら何の種類か推理していただければと思います。出てきたのはこちら。なんかラメラメの灰色と茶色が混ざったような石が出てきました。牧歌石感も感じるフォルムですが、圧倒的ラメ感が差別化ポイント。断面は角張ってるものが多く、若干白い線も入ってて、なんというかいろんな要素がごちゃ混ぜになった感じの石です。小ぶりなものも多く、形はいいと思います。見た感じ結構使いやすそうですね。このラメが水中に入れたらどんな風になるのかすごく気になります。全体的にずっしりとした感じの石で合計17個入ってました。こうやって見ると縦線具合も牧歌石に似てますよね。果たしてこの石は何なのでしょうか。正解はこちら。気流石。全く聞いたことない石でした。どうやら牧歌石同様、樹木が化石化した石のようで似ていたのもうなずけます。その中から感触を中心としたものを厳選したのがこちらのようです。個人的には色よりもラメ感がすごいのが気に入りました。陰性水草、有形層にも合うようなので、いつかレイアウトで使ってみたいですね。というわけでいかがだったでしょうか。今回で全部お見せしようと思ったんですが、やっぱり全部見せられませんでした。ただ気になってたものはとりあえずお見せできたので良かったです。尺が長くなってしまったので、残りの分はまた思い出した時にでも動画にできればと思います。皆さんも水草やおまかせ石など買ってたら何が当たったかコメントで教えていただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。